お酒から私たちが普段使っている都市ガスを作る、そんな夢のような話がついに現実のものとなりました。2026年1月、大阪ガスがある画期的な技術の開発に成功しました。バイオエタノールを活用した E メタン製造技術。今世界中で CO2 を出さない次世代燃料として水素が注目されています。しかしその水素には値段が高い、運ぶのが大変という普及を阻む致命的な弱点がありました。大阪ガスの新技術はエタノールを材料にすることでこの水素の弱点を一気に解決しました。今回はエネルギー業界の常識を覆すこの世界初の技術について、その仕組みと経済への衝撃を徹底解説します。今回の主役である E メタンという燃料について簡単にイメージを共有しておきましょう。一言で言えば人工的に作った天然ガスです。工場の煙突などから回収した CO2 と水素を化学反応させて作ります。成分は家庭で使われている都市ガスと全く同じメタンなので、燃やせば当然 CO2 が出ます。しかしもともと大気や工場から回収した CO2 を使っているので、トータルで見れば大気中の CO2 は増えていない。これが E メタンがカーボンニュートラル燃料と呼ばれる理由です。大阪ガスの新技術が発表されるまで、この燃料を作る方法に一つだけ巨大な壁がありました。作るために水素を大量に使うのです。従来のサバティエ反応と呼ばれる作り方では CO2 をメタンに変えるため、その4倍もの量の水素を投入する必要がありました。水素は今世界で最もコストが高く、扱いが難しい資源の一つです。大量の水素が必要という条件はそのままコストが跳ね上がることを意味していました。そこで大阪ガスが目をつけたのがバイオエタノール。消毒用アルコールやお酒でおなじみのあの液体です。なぜエタノールなのか。ここで少し科学の視点を変えてエタノールを燃料ではなく容器として見てみましょう。実はエタノールの分子構造は炭素と酸素、そしてたくさんの水素でできています。いわばバイオエタノールとは自然界が作り出した水素がぎゅうぎゅうに詰まった缶詰のようなものなのです。大阪ガスが開発した世界初の技術、エタノールメタネーションの凄さはここにあります。これまでのように水素が入っていない CO2 に大量の水素を混ぜるのではなく、最初から水素をたっぷり含んだエタノールを材料にするのです。外部から追加で投入しなければならない水素の量は従来比で約4分の1にまで激減しました。これは強烈なコストダウンと言えるでしょう。さらにこの技術にはもう一つ革命的なメリットがあります。運ぶコストの劇的な削減。水素やメタンは常温では気体です。気体はかさばるため、一度に大量に運ぶにはマイナス162度やマイナス253度といった極低温にして液体にするか、高い圧力をかけて圧縮する必要があります。これには専用の巨大な冷却設備や特殊なタンクを備えた高価な船が必要です。巨額のインフラ投資が必要になるため、これが普及の足を引っ張ってきました。しかしバイオエタノールは常温、常圧で安定した液体です。特別な冷却装置は必要ありません。既存の石油タンカーや街中を走っているタンクローリー、ガソリンスタンドの貯蔵タンクなどはそのまま使えます。海外の安いバイオマス資源で作ったエタノールを普通のタンカーで日本に運び、日本の港にある工場でちょっぴり水素を足して E メタンに変える。そしてそのまま都市ガスのパイプラインに流し込む。これなら新しいインフラをほとんど作らずに次世代エネルギーのサプライチェーンが完成してしまいます。バイオエタノールは水素を安全かつ安価に運ぶための極めて優秀なキャリーケースの役割も果たしているのです。
ここまで聞くと完璧な技術に思えるかもしれません。材料費である水素を大幅にカットし、輸送コストも極限まで下げる、まさに夢の技術です。この技術が今まで実現しなかった理由には、ある物理的な障壁が存在していました。なぜこの技術が今まで実現しなかったのか、そして大阪ガスはどうやってその壁を乗り越えたのか、その裏側に迫ります。水素が少なくて済み、液体で運べる。これほど合理的なアイデアがなぜこれまで実用化されなかったのでしょうか。単に思いつかなかったから？いえ、違います。実は世界中の研究者がこの可能性に気づいていましたが、ある技術的な壁に阻まれて諦めざるを得なかったのです。化学反応の制御という魔物、少し想像してみてください。バイオエタノールを加熱して分解し、全く別の物質であるメタンに作り変える。言葉で言うのは簡単ですが、分子の世界では非常に乱暴な操作が必要です。単純にエタノールを分解しようとすると、メタンにならず炭素の塊であるススになってしまったり、配管を詰まらせるタールのような物質ができたりしてしまいます。これをコーキングと呼びます。料理で例えるなら、強火で炒めすぎて食材が黒焦げになり、フライパンにこびりつくような状態です。これまでの技術では、すぐに触媒がすすだらけになって機能しなくなり、連続してガスを作り続けることが不可能でした。理論上は可能だが、工場で安定して動かすのは無理。これが業界の常識だったのです。しかし、この常識は大阪ガスによって覆されました。同社は狙ったメタンだけを効率よく取り出す特殊な触媒を独自に設計しました。いわば絶対に焦げつかない魔法のフライパンを開発したようなものです。このブレイクスルーがあったからこそ、机上の空論だったエタノールメタネーションが初めて現実のものとなりました。そしてもう一つ、この技術が解決した見えない課題があります。 CO2 集めの苦労。従来の E メタン作りでは水素だけでなく CO2 も調達する必要がありました。 CO2 なんてそこら中にあるじゃないかと思われるかもしれません。燃料に使うための純度の高い CO2 を集めるには、工場の煙突に巨大な回収装置を取り付ける必要があり、これにも莫大なコストがかかるのです。さらに CO2 を回収する場所とガスを作りたい場所が離れていれば、今度は CO2 を運ぶコストまで発生します。ところがバイオエタノールを使ったこの新技術は、この問題すらも過去のものにしました。バイオエタノールそのものに植物由来の炭素が含まれているからです。つまり原料であるエタノールを運んできた時点で、すでに水素と炭素の両方がセットで含まれているのです。化学反応の制御という技術の壁、そして CO2 調達というサプライチェーンの壁。この2つの壁を大阪ガスは触媒技術とバイオエタノールという組み合わせで鮮やかに飛び越えてみせました。技術が確立しても、原料となるエタノールが高すぎたり、環境破壊につながってしまっては意味がありません。バイオエタノールと聞くと、トウモロコシやサトウキビを思い浮かべる方が多いでしょう。しかし、これらを燃料に大量に使えば、人間の食べ物を燃やすのか、食料価格が高騰して貧困国が苦しむという厳しい批判にさらされるリスクがあります。どれほど環境に良くても、誰かの食事を奪う技術は持続可能とは言えません。そこで大阪ガスが視野に入れているのは、気化食バイオマスの活用です。気化食バイオマスとは、人間が食べられない植物の茎や葉、廃材といったいわゆるゴミとして扱われていた部分から効率よくエタノールを作り出す技術です。世界中には捨てられている農業残渣や未利用の植物資源が山のようにあります。これらを発酵させて
エタノールを作ることができれば、食料と競合することなく捨てられていた資源をエネルギーに変えることができます。大阪ガスは今回の発表で、この非化食バイオマス由来のエタノールでも問題なく E メタンが作れることを確認しました。この一歩は世界中のバイオ企業や資源国と手を組み、未利用資源をエネルギーに変える道が開けたということを意味します。今後はこの技術を大規模なプラントへ拡大し、安価で大量のエタノールを調達するためのパートナー作りが加速するでしょう。ゴミから作ったエタノールが都市ガスに変わる。この魔法のようなプロセスを実現するための基礎技術は完成しました。このニュースはエネルギー業界に新たな可能性を示すものとして大きな注目を集めています。残る課題は規模の拡大とサプライチェーンの構築。この技術が社会に実装された時、私たちの生活や日本経済にどのようなインパクトを与えるのでしょうか。実はこの技術が普及しても、私たち一般消費者は生活を変える必要がありません。成分が今の都市ガスと同じであるため、今ある機器をそのまま使い続けながら実質的に CO2 フリーを実現できるのです。何もしなくていい脱炭素。これはコストに敏感な企業や家計にとって最強の選択肢になり得ます。視点を日本経済というマクロのレベルに広げると、さらに巨大な価値が見えてきます。地下に眠る巨大な埋蔵金の活用。皆さんは日本国内に張り巡らされた都市ガスのパイプラインの総延長をご存知でしょうか。その長さはなんと約26万 km。地球を6周半もできるほどの長さです。明治時代から長い年月と巨額の投資をかけて整備されてきた日本が誇るエネルギーの大動脈。もし脱炭素のためにガスはもう使わないと決めてしまえば、この巨大なインフラはただの鉄くず、経済用語で言う座礁資産になってしまいます。数兆円規模の国民資産が無価値になると言えるでしょう。しかし、このパイプの中を流れるガスを E メタンに置き換えることができれば、話は変わります。無価値になるはずだったインフラが、そのまま次世代エネルギーの供給網として利用できるのです。新たなインフラを一から作るコストを抑え、過去の遺産を最大限に生かす。これほど経済合理性の高い戦略はそうそうありません。大阪ガスのこの技術は、国内の巨大資産を守り抜くための防衛策としても極めて優秀な一手なのです。さらに、この技術は新しいビジネスチャンスも生み出すでしょう。グローバルなエタノールサプライチェーンの構築です。日本は資源の乏しい国ですが、世界を見渡せばブラジルやアメリカ、東南アジアなど植物資源が豊富な国はたくさんあります。これらの国で余った植物や廃材から安くバイオエタノールを作る。それをタンカーで日本へ運び、日本の港や臨海部の工場で E メタンに変換してから都市ガスとして各家庭に届ける。この流れが確立すれば、商社はエタノールの輸入で潤い、造船会社や海運会社はタンカーの需要で活気づき、プラントメーカーは製造設備の建設で利益を得るでしょう。大阪ガスだけでなく、日本の産業界全体を巻き込んだ大きな経済圏が生まれる可能性もあります。資源のない日本は技術の力でエネルギー強国になる。かつて石油ショックで苦しんだ日本が夢見た景色がこの技術の先には広がっています。水素コストの壁を壊し、基礎インフラという資産を守り、新たな産業を作る。エタノールメタネーションはそれだけのポテンシャルを秘めています。ここまで大阪ガスが挑む世界初の技術、エタノールメタネーションの全貌を見てきました。最後に、なぜこの技術が革命と呼ばれるのか、その理由を3つのポイントで整理します。1つ目は圧倒的なコスト競争力と物流革命。
高価な水素の使用量を従来の4分の1に抑えつつ、水素の缶詰であるデタノールを使うことで製造コストを劇的に低減。さらにマイナス253度の冷却が必要な水素とは違い、常温の液体で運べるため、既存の物流網を使って安価に輸送できるのです。2つ目は基礎インフラの完全活用。日本国内に張り巡らされた約26万 km のインフラ設備や各家庭にあるガス機器を一切買い替えることなく、そのまま脱炭素化を実現できます。社会全体のコストを最小限に抑える上で計り知れない価値があるでしょう。3つ目は資源小国である日本の切り札。資源を持たない日本は知恵と技術でエネルギー問題を解決し、再び世界で勝負するための鍵となります。近い将来、家庭の青い炎はお酒由来になる日が来るかもしれません。今日はここまでです。この動画が役に立った方、なるほどと思った方はぜひチャンネル登録といいねをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。